こんにちは、じいじの梅干しです。今回はセブ旅行に行ったので、その日の Vlog をお届けしたいと思います。私は初めての東南アジアだったんですけど、セブと日本の文化の違いをすごく感じることができた旅行になったと思います。日本とセブの違いをたくさん発見することができたので、それも一緒にお伝えできたらいいなって思います。まずセブに着いてすぐにご飯を食べに行けました。私はセブ料理が口に合うかすごく心配だったんですけど、とっても美味しかったです。味付けは結構濃いめで、食べ応えのある感じの味でした。値段もそんなにすいません、覚えてないんですけど、この飲み物とさっきのご飯合わせて1000円くらいだったかなと思います。私はパンドラもチャーム集めてるので無事に購入することができて、お土産を買いに来ました。マグネットもすごい可愛かったですし、キーホルダーもね、いっぱい可愛いのがありました。セブの T シャツも買いました。I love セブ。これは名前を入れてくれるので、私は家族全員分の名前入りセブ T シャツを買って帰りました。1日目はお土産を買い切ることを目標にしてたので、スーパーに行ったり、モールの中を探索したりして楽しめました。夜はヨーグルトアイスのお店に行きました。セブはとっても暑かったので、ひんやりしててすごいさっぱりした味のこのヨーグルトアイスがとっても美味しかったです。次の日にジンベエザメツアーを予約してたんですけど、このジンベエザメツアーがとってもハードスケジュールで、朝の2時半、これ今ちょうど3時ぐらいなんですけど、朝の2時半にホテルにツアー会社の人たちが迎えに来てくれて、そこから3時間ぐらいかけてオスロブ島っていうところに向かいます。ジンベエザメはそのオスロブ島っていうところで見れるので、そこまで3時間かけて行って、ジンベエザメに会いに行くっていうツアーです。6時くらいにオスロブ島に着いて、この景色を見ることができました。とっても綺麗で、日本じゃなかなか見れない景色だなぁと思いながら楽しめました。私たちが予約したツアーは、ジンベエザメを見る、川三岳に行く、シュノーケリングをするっていうこの3つのプランが入ったツアーを予約していたので、先にシュノーケリングに行くことになりました。セブは本当に海が綺麗で、ずーっとここにいたいなって思うくらい心地いい場所でした。シュノーケリングではたくさんの海の生き物たちに会うことができました。そしてこのシュノーケリングを終えた後、ついに待ちに待っていたジンベエザメと会うことができました。本当にすごい迫力で、視界の隅から隅までが全部ジンベエザメで、埋め尽くされるくらい大きくて大迫力でした。水族館の水槽の中でしか見たことがないジンベエザメをこんなに近くで見れてとっても嬉しかったです。ちなみにこのツアーでは GoPro を貸してもらえるので、その GoPro で撮影しながら思い出の瞬間を記録することができました。私とジンベエザメや友達と私とジンベエザメの写真も撮ってもらうことができます。このツアーにはランチも含まれていたので、フィリピン料理を食べることができました。このチキンがとっても美味しくってびっくりしました。ランチを食べた後は川三岳を見に行きます。20分ぐらい細い道をずっと歩いていくんですけど、歩いてる道中もたくさんの緑が広がっていて、大自然の中を歩いてとっても気持ちよかったです。そしてやっと川三岳に着きました。こんなに近くで滝を見たことがなかったので、すごい迫力に圧倒されました。もうこの滝を見た時に、もうセブンまで来てよかったって心の底から思いました。夕方くらいにホテルまで帰ってきて、少し時間があったのでナイトマーケットに行きました。屋台みたいなのがいっぱい並んでいて、このマンゴージュースがすごい有名なんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。私たちはこのマンゴースムージーと、なんかお肉、これ何かわかんないんですけど、屋台料理みたいなのを食べました。本当に美味しかったです。
そしてあっという間に最終日になりました。あっという間すぎてびっくりなんですけど、この日の深夜便で帰る予定だったので、お昼から夜までツアーを組んでくれてるプランがあったので、そのツアーに申し込んで市内を探索しました。セブの人たちって本当にみんな優しくて、私たちが困ってたら大丈夫って話しかけてくれるし、言語も基本英語で話してくれるので、フィリピン語がわからない私たちでも全然問題なく現地の人とコミュニケーションを取ることができました。お店に行ってもすごく賑やかな声が店員さんの方から聞こえてきたりとか、楽しんで仕事をしているなっていう風に感じたので、日本もね、こういう感じでみんな楽しんで仕事をできたらいいなって心から思いました。モールを探索した後は白尾ガーデンに来ました。本当に車ですごい道を上り下りしていくんですけど、ここはタクシーで行けないので要注意です。白尾ガーデンに行きたかったらツアーを申し込むのがいいと思います。思ったよりも狭くって結構1時間もしないぐらい、30分くらいで全部を回りきることができました。白尾ガーデンでたくさん写真を撮った後はトップスに来ました。このトップスは景色がすごい綺麗で有名なところなんですけど、本当に綺麗でした。見てください。すごくないですか？こんなに広々とした空間で景色を見ることってなかなかないので、めっちゃ感動しました。そしてディナーでこの景色が一望できるレストランに来ました。本当にすごい景色。今見ても感動しちゃうくらい素敵なレストランだったし、素敵な空間でした。私はセブに来るまで結構東南アジアに対して偏見を持ってたんですけど、やっぱり自分で行ってみないとわからないことってまだまだあるんだなっていう風に感じました。名残惜しいですが、トップスともお別れして空港に向かいました。今回の旅行でいろんな感情になったし、たくさん素敵な思い出を作ることができてとっても嬉しかったです。最後まで見てくださってありがとうございました。また見に来てください。